今回はベアマウンテンに行ってきました。ここでは広大な森の中、限りなく野生に近い環境でヒグマたちが生活している様子を観察できます。早速ベアウォッチングに出かけてみましょう。厳重な二重のゲートを抜け、ヒグマの世界へ。大きなヒグマが木陰でのんびり。するとそこへ一回り小柄なクマがやってきました。大丈夫かなとハラハラしながら見ていたのですが、とっても仲良しで安心しました。微笑ましい光景に和みながら、縄張り意識ってないのかなと疑問に思っていると、バスの運転手さんが説明してくれました。登別クマ牧場で多くの仲間と育った彼らは、それほど縄張り意識も強くなく、気の合う同士は一緒にいたり、合わないと避けたり、上手に暮らしているそうです。ここにはオスグマだけでメスはいません。なぜかというと、野生のオスグマがメスグマの匂いで寄ってきてしまうからだそうです。野生のヒグマを刺激しないためなんですね。他にもここでは冬は野生と同じく冬眠しているとか、運転手さんが楽しいお話をたくさんしてくれました。バスを降りて敷地の中央にある施設にやってきました。周りは池や洞窟があって、暑さが苦手なヒグマも過ごしやすそう。大きなガラス張りになっているから、目の前に迫るヒグマが観察できて、一緒に写真も撮れそう。ヒグマの足って小指の方が大きいんですって。運よく実物を見れました。親指が小さくて小指が大きいですね。ここからは展示室に書かれていたヒグマ対策をご紹介します。北海道の自然を楽しむ時の参考にしていただけたらと思います。まずヒグマと出会わないために、鈴の音や声で人がいることを知らせましょう。人に気づくと避けてくれることが多いようです。次に、クマの食べ物が多い場所へは近づかないこと。肉食と思われがちですが、約7割は植物を食べています。山菜、山ぶどう、アリなどの昆虫類、鹿の死骸には見つけても近づかないようにしましょう。夏場の水辺も暑さが苦手なクマが訪れる場所です。クマと人との事故を防ぐためには、出会わないことが一番いいですよね。ここからはもしも出会ってしまった場合の対策です。距離があり、クマが気づいていなければ静かにゆっくり離れましょう。クマがゆっくり近づいてきた場合、人だと気づいていない可能性もあるので、石や倒木に上がり、大きく腕を振りながら穏やかに声をかけましょう。ほとんどの場合、人と気づくと去るようです。稀なケースですが、興味本位や捕食目的で近づいてくる可能性もあるので、車や建物に退避しましょう。ただし走ってはいけません。クマは走るものを本能的に追う性質があります。さらに距離が50メートル以内になり、クマが明らかに人を意識しながら接近を続け、逃げ場がないようであれば強気に対応します。倒木や石の上に立って自分を大きく見せ、大きな声や音を立てて威嚇します。2人以上いるときは必ずまとまって行動しましょう。クマスプレーを持っていたら噴射の準備をします。周りを見て棒や武器になりそうなものを手に取ります。距離が4メートル以内になってもさらに近づいてくるようであれば、クマスプレーの前後をクマの鼻と目に当たるように噴射します。突然遭遇してしまった場合、走らず落ち着いて静かに、クマとの間に立ち木などの障害物が来るように静かに移動しましょう。クマから目を離さずにゆっくりとその場を離れます。クマが突進してきた場合、威嚇なら途中で止まり、地面を叩いて後退することが多いようですが、威嚇
か攻撃か見分けることはできません。クマとの距離が4メートル以内になったらクマスプレーを使いましょう。クマに出会ってしまったら 100% 安全が保証される対処法はありません。出会わないようにすることが一番大切です。それでも出会ってしまったら慌てず騒がずクマを刺激しないこと。ただし稀ですが興味本位捕食目的のクマの場合強気な対応も必要です。つまり正反対の対応になるので状況をよく見極めることが重要です。クマスプレーの射程距離は3から4メートル程度、噴射時間も4秒程度なので離れたところのクマに効果はありません。あくまで最終手段です。クマを寄せないために事前に噴射しておくのは刺激臭で誘引してしまうので逆効果です。以上、ベアマウンテンのヒグマ対策でした。私は登山が趣味なのでとても勉強になりました。ベアマウンテンは自然な環境の中でゆったり暮らすヒグマたちを間近で見られる貴重な施設です。皆さんもぜひ訪れてみてくださいね。